皆さんこんにちは。おしゃれ着物が北井久美子です。こちらのアンティーク帯芯がとても分厚かったんですけれども、胴回りの部分だけ帯芯を抜きました。以前にその帯芯を抜く方法を紹介した動画があるので、そちらもよかったら合わせてご覧ください。で、この帯芯を抜いたところの手先のところだけ帯芯を入れていこうと思います。これは以前抜いた帯芯を洗ったものですね。洗った時はね、なんかちょっと汚らしい感じがしたんですけれども、乾いてみたら、まあまあ綺麗かなと思ったので、これを使っていきます。はい。で、お太鼓の部分に合わせて、お太鼓の部分から両端1、2センチほど出る感じで切っています。やっぱりペラペラのままだと、帯を締めた時に手先のね、収まりがあまり良くないので、やっぱり入れていくことにしました。で、こちらが抜いたところですね。手先が空いています。この30センチの部分にだけ帯芯を入れたいと思います。なのでその部分だけひっくり返していきます。中を掴んでこのようにひっくり返していきます。そうすると、以前にね、帯芯がついていたところの糸がまだ残ってましたね。こんな風にざっくりと留めてあるようなので、簡単にザクザクと縫い付ければいいかなと思っています。はい。で、帯芯はこのね、手先のところからしっかり入れていきたいので、はめてみて、ちょっと帯芯が太そうなのでカットしたいと思います。帯芯の幅が帯の幅よりも1、2ミリ狭い感じでカットしました。はい。ではこれから縫い付けていきたいと思います。手先にしっかりこの端と端を合わせて、で、このね、ここの帯の縫い代のところに縫い付けていくんですけれども、縫い付ける位置を確認したら、このままではちょっと縫いにくいので、向こう側に倒します。帯芯と帯がずれないように待ち針で留めておきました。はい。では、ここをザクッと縫っていきます。またこれをね、反対側にして、私は右利きなので、こうやって縫っていこうと思います。今回は分かりやすいように、ちょっと色のついた糸で縫っていきますね。ここは外から見える場所ではないので、どんな糸を使っていただいてもいいと思います。帯の地色でもいいし、黒でもいいし、最初のね、帯芯は白で止まってたので、白でも何でもいいかなと思います。で、帯芯がとてもね、硬いので、縫い留めるときに怪我などに気をつけて縫い留めてください。私も、指抜きをね、してないのに気がついたので、指抜きをはめてきました。縫い留める時の注意としては、怪我をしないことと、表地のね、ところをもう一緒に縫わないように、時々裏返しを確認して、縫い代にちゃんと縫い付けられているかを確認しながら、ゆっくりやってください。私は素人でもあるし、
そんなにすごく縫い物が得意っていうわけではないので、ここの部分はだいたいね、4分ぐらいかかりましたね。4、5分かかると思います。短い距離ですけど、とにかくね、硬いので、本当に気をつけて。で、この、ね、糸が、針からね、糸が抜けちゃったりとかして、わさ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 したので、ちょっと時間かかっちゃいましたね。気をつけてゆっくりここは作業をしてください。では、縫い終わりましたので、これをね、またひっくり返していきますね。こういう感じに帯に収めるなーっていうのをちょっとイメージして整えていきます。で、このね、ひっくり返したところに手を入れて、またこの奥をしっかり掴んでからひっくり返します。そうすると帯芯のね、奥側がずれてこないかなと思います。はい。で、ここでちょっと歪んじゃった帯芯を引っ張って整えますね。ちゃんと綺麗にこの端にね、収まるようにした方が仕上がりが綺麗かなと思います。はい。で、帯芯が収まりましたので、この手先のところを縫い合わせていきます。この時はね、帯の色に合った糸で縫い合わせていきましょう。はい。縫い合わせていくんですけど、ちょっとここは自己流になってしまうんですが、どんな感じに縫い合わせているのかをご覧いただこうと思います。手元の内側を5ミリほど縫ったら、奥側を今度はまた5ミリ縫うというような感じで、この字型になるような感じに縫っていきます。これはくけるっていうやり方ですかね。多分ね、和裁師さんだとこれをね、針をね、もう一針一針外に出さないで、こうなんですか、うね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 波打たせながらやっちゃうんですよね。和裁師さんってね。そうすると一瞬で終わりますよね。このような感じで最後まで縫い合わせていきます。で、こちらが縫い終わったところですね。ちょっともうガタガタでなみなみなんですけど、まあいいです。これで。はい。最後まで縫い閉じました。ここからここまでが芯が入っていて、ここから先はないのでペラペラな感じです。こちらは芯が入っているので、ちょっと張りがあるかなと思います。これで、帯を締めるときも手先がね、綺麗に収まりやすいかなと思います。以前に紹介した分厚いアンティーク帯の帯芯を抜く動画と合わせて、よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。はい、というわけで帯を締めてみました。どんな感じか見ていただこうかなと思います。やっぱり手先にちょっと厚みがある分、収まりが良くて扱いやすくはなりましたね。最近公開された近藤佐藤さんの動画の中でも、締めやすい帯はやっぱりね、第一に軽いことが重要というようなお話をされていたので、帯芯をね抜いて軽くしたのは
正解だったなとは思うんですけど、やっぱり手先がねペラペラなのは本当にね、帯締めを締めた時にペロッとなんか下に降りてきちゃったりとかするのが気になっていたので、今回作業をしてみてよかったと思っています。意気揚々と胴回りの帯芯を抜いた動画を上げたんですけれども、手先だけやっぱりねちょっと30センチほど芯を入れ直した方がさらに扱いやすくなるかなと思いました。今回は一度ね帯芯、胴回りの帯芯を全部抜いてしまって、その後手先にやっぱり帯芯があった方がいいなっていう風に反省しましたので、次からは帯芯をね抜く時に手先の30センチ32、3センチぐらいは残してからカットして帯芯を取っていけば、作業がね無駄にならなくなるかなと思うので、そういうやり方もいいかなと思います。今はちょっと手持ちで分厚い帯がもうなくなってしまったので、今度手先を残してカットして帯芯を抜く方法っていうのもね、再度動画を作り直してみたいなと思います。今回結局は2度手間になってしまったんですけれども、手先にね芯を入れ直して収まりも良くなったので、とりあえずはねこの分厚かったアンティーク帯も長く愛用していけるかなと思います。今に締めてる帯もすごく気に入っていたので、使い勝手が良くなって良かったなと思います。ただこの帯でお太鼓を締めていて、やっぱりねお太鼓部分の厚みもちょっと気になってきたんですよね。なので今度は時間ができたらお太鼓の部分の帯芯を抜いて、1枚だけに入れ直したいなっていう気もちょっとしてきました。おいおいねそういう作業もできたらいいなと思います。今締めてる帯揚げは椿庵さんのシェードレース帯揚げですね。これは生地が2枚重ねになっているのでちょっと自圧になってしまうんですけれども、昔はこれをね一生懸命4つに折りたたんで締めていたんですが、すごくそれだと締めにくいので最近は3つ折りにして結んでいます。ようやくね暑かった夏も少し一息ついてきて、だいぶ過ごしやすくなってきたので、これから着物を着るシーズン到来ですよね。着物系のイベントが本当にもう今から毎週のようにあるので、全部行けるかどうかは分かりませんけれども、楽しい季節がやってきましたね。前回公開した着物マリアージュの動画でゆうとわさんをねすごくちょっとフューチャーして紹介をしたんですけれども、あの動画をご覧になってゆうとわさんの商品を見に行かれた方やオンラインでお問い合わせをねされた方が結構たくさんいらっしゃったみたいで、ゆうとわさんからお礼のメールが来ました。私がね紹介したというよりも、やっぱりゆうとわさんの商品がとても皆さんのね心に刺さるものだったから、そういう反響があったんだなと思いますし、私もねもうすっかりファンなので、早く次のイベントに伺って品物を選びたいところです。はい、では本日の動画は以上になります。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で動画を更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。